UFO はじゃあ自然現象ではないという。いや、ないって書いてあるんですよ、最初。はい、1947年だったら有名なロズウェル事件が起こりました。原爆も成功したし、水爆も成功してる。でもそのチームリーダーを辞めてですね、突然地球外知的生命との交信に関わる科学論文を急に出し始めるんですね。これアメリカの空軍士官学校で使ってる教科書なんですよ。UFO は今から5万年以上前から地球にやってきているエイリアンがコントロールして我々の地球にやってきてる乗り物だとここにはっきり書いてあるじゃないですか。エイリアンの死体の保管場所まで。ケープカナベラルにある、もう今使っていない施設にエイリアンの死体がある。ロズウェルのさらに5年前にも UFO が実は墜落してたっていう話を聞いたんですけど、これがウォルター・ハウト中尉ですね、当時。でこの方が先ほどの新聞のですね、ついに空飛ぶ円盤を我々は捕獲しましたという記事を一番最初に出したロズウェル陸軍航空隊の広報担当官なんですよ。で僕は当時ですね、ハウトさんどうしてあの記事をお出しになったんですかって聞いたんです。でその1日後、今度は気球でしたっていう記事をお出しになってますね。本当のところ教えてくださいよ。また突撃しちゃって。彼はこれ亡くなる前に書いた先生供述の証言出しちゃったんですよ、ここに。右側に書いてあります。私は1メートル足らずのエイリアンの死体を見たとはっきり書いてあるんです。現場見てるんですよ。ここから飛び立っていった飛行機は何かというと、長崎と広島に原爆を起こした連中ですよ。ロズウェルから飛び立ってるんです。テニアン島行って、そこから長崎、そこから広島なんですよ。あ、そういうことだ。そうです。全てはロズウェルから始まってる。いや、ロズウェルすごいですね。現場に行ってこの時もちょっと脅されたりしたんですよ。ちょっとそこら辺のちょっと話ちょっと聞きたいんですけれども、どんな感じで脅されたんですか。まず事前にある人にインタビューする予定だったのが急に黙りこくっちゃったんですね。どうしてですかって聞いたら、今日日本人が来るだろう、それに対しては一切インタビューに答えるな、お前はどうなってどうなるのか分かるだろうっていう脅しをワシントン DC から電話があったんですって言って彼見せてくれたんですよ。彼は退役した空軍の将校なんです。でロズウェルに当時住んでたんですよ。そんなとこにちょっと首突っ込んでて、まあまあ命の危機みたいなことはなかったですか。ありましたよ。ありましたか。やっぱりじゃあそこら辺直木マンションを見て勉強してた。カール・セーガンってこれ結構好きな人いるんですね。朝日講堂でこのコスモスっていう著作を出した時に記念講演というか講話をしてるんです。でその時にですね、記者のインタビューや質問を受けて、僕は UFO なんか信じないよって彼言ってたんですよ。この会場から外に出て UFO が着陸してれば私は UFO は信じますけどねと彼言ってたんですよ。その記者会見の席上、みんながこのコスモスっていう本を持ってですね、カール・セーガンにサインをおねだりしに行ったんですね。僕は違う本を持って彼にサインをおねだりしたんです。その本っていうのはここに書いてあるサイエンティック・ディベート、 UFO をずっと書いた本を持って作ったのはカール・セーガンですよ。私は UFO に関心がないと言ってた人です。 CIA の科学者のソントン・ページ博士と一緒にあなたですよね、これ書いたのは。 UFO に関心なかったんじゃないですかと言ってサインをおねだりしたんです、この本に。顔は引きつってました。そりゃそうでしょう。いうことがおかしいんですよ。この本は日本には翻訳されてませんでした当時。嫌がらせなのかもしれないけど、それちょっと予測はしてたんですね。だって彼が真っ先にですね、アポロ計画をぶち上げた時になぜアポロは月へ行かなきゃいけないのかということをロサンゼルスのロケット会議で、月はエイリアンの前哨基地になっている可能性が濃厚だからこの調査には意味があるんだと言ってぶち上げた男ですよ、彼は。有名ですよね、裏側に基地がいっぱいあるっていうのは。あれやっぱ本当なんですか。僕本当だと思ってます。っていうのは、アポロで17号で一番最後に飛んだ船長、キャプテンサーマンと言いますけど、そのサーマン船長に僕はご自宅に、何回か招かれて行ってるんですけど、キャプテン何を見たんですかって
これうちの中では喋ってくれないです。はい、外へ出ていく時とかですね、車に乗るまでの間に話してくれるんですよ。ヒューストンの近くにあったメキシカンのお店ですけど、そこへよく連れて行かれて、はい、一緒にご飯食べたりしてたんです。で、月の裏側構造物あったっておっしゃったその月の計画ってぶち上げたのはこのケネディなんですね。ケネディは殺されるちょっと前に何を言ってるか、はい、もはや米ソを争ってる場合じゃないって言うんですよね。得体の知れぬ宇宙の彼方から来る敵に対してお互いに共同しながら対峙、はい、向き合っていこうと彼は残してるんですね。ケネディ大統領から CIA の長官に対するこの当時の長官というのはアレン・ダレス、はい、ダレス長官ですね。アレン・ダレスっていうのは CIA 長官をケネディによってクビにされて、ケネディ暗殺後にウォーレン委員会っていうのが立ち上げられるんですけれども、その立ち上げられたウォーレン委員会の中になぜかアレン・ダレスも入っていて、あれ880ページでしたっけね。それが全部調査報告書で出たんですけど、何も問題のないことであったっていうような話になって終わっていくんですよね。何もなかったかのようにさせられて、関係者みんな死んでますからね。ですね、それちょっとじゃあ後で対談の方で。若いですね。若いですね。これ20の後半かそこらだと思います誰にこう教わってきたのかというと、この親父なんですよ。旧ハンガリー帝国海軍の軍事将校なんですね。でこの人は共産軍に敗北してアメリカへ亡命するんですね、ハンガリー、はい、でそこから国連本部の職員になってウータント事務総長の真下で広報担当官するんですよ。その時の経緯って何かというと、ウータント事務総長はベトナム戦争が一段落したら次は UFO 問題であるということをずっと語っていた方なんです。彼が作っていたドラフトって何かというと UFO プロジェクト、国連 UFO 計画書なるものを作ってたんです。一国の問題のみならず全世界規模で起こってるだろう。ウータント事務総長がアメリカの政府の横やりにあって失脚させられて、彼も同時に国連を追われることになるんです。これ異常なことなんですよ。なんで広報担当官の彼までクビにならなきゃいけないのか、正当な理由が全くないですね。で彼は司法省を訴えかけたりして、私が国連をクビになった理由書出てきたんですよ。ほとんど墨塗りで見えない、それが理由書だったんですね。で彼はその時に考えたのは、この UFO 問題っていうのは本当に根が深いんだ。でそれは彼は国連を一旦そこを隕石してですね、次に仕掛けたのはグレナダっていう国、エレケム・ゲイリ首相なんです、はいはい、このグレナダ国に国連での UFO 発議させたんです。これがあるんですよこれ外務省に残ってる文書です。これ全部日本語です。国際連合第33回総会って書いてあります、はい、126号議案見てくださいよ。 UFO 問題になってるじゃないですか。討議され尽くしちゃった問題なんですよ。これは大体何年ぐらいの？これ70年代です。だからもうその時点ではもう本当に敵としてというか、いや要するに国連の立場って何かというと、一国だけの問題じゃなくて、全地球規模で発生している、だから国連において UFO の情報を整備統合する機関の設置なんですよ。この議案は可決されてるんですよ、議長コンセンサスで。僕はですね、マイケル・ゲオゲガン委員長にとこ行って、どうして実行されてないんですかと言ったんです、はい、もし実行されないんだったら、私たちの能登半島のちっちゃな町で今 UFO の博物館作ってるんで、そこでやらさせてもらえませんかって申し入れに行ったんですよ。じゃあいいよってなったんですか？いや、ならなかったですこれアメリカ政府の強い横やりが入ったんですね。なんでそこまで入るんだろうと僕は思いました、はい、UFO の残骸ですね。これ今スタンフォード大学なんかで随分研究しています。ゲール・ノーラン博士ですね。医学部の先生なんだけど、ものすごく事細かく分析しています、はい、これ UFO の残骸。そうです。アメリカの国防総省から依頼を受けて、それ以上詳しいこと彼言わない。でも発見したのは何かというと、放射性同位体の比率が253個まである。こんなものは我々地球では作る技術はない。なぜ作ったのかも分かんない。これ冒頭で申し上げた木村明則さん、おかしいのは何か、宇宙人が教えてくれたのよ
宇宙にある元素256個なのよって。彼らは全部使っている。ゲリー・ノラン博士253個まで突き止めてる。あと3つ足りないんですよ。正解は256個なんです。2の8乗なんです。木村さん昔から聞いてるんですよ。木村さんアブダクションされてらっしゃるんですよね。そうです。中で金髪の女性に会ってるんですね、はいはい、そのインタビューをサンフランシスコあたりで撮っていたのは僕なんですよね。ビージーズのギタリストの奥様とかもベンチャーズ、ベンチャーズの奥様とかもアブダクションされててという、アブダクションサポートグループっていうグループにですねお願いしたんですね、バル・ホッピンスだとかジョン・マックですね、ハーバード大学の教授なんですけど、彼らが肝煎りで作った UFO に、エリアにアブダクトされたと、はい、で確かな証拠がある人たちだけをサポートするっていう医者たちが作った会なんですよ、はい、僕はそこへインタビューしに行って5人の被験者のインタビューさせてもらえたんです、そのうちの1人が、眼鏡かけた東洋人を UFO の中で見たって言ってるんですよでどんな東洋人、着てるものはみすぼらしかった。私と軍人みたいな人は全裸で金属ベッドに横たわっていた。でもその東洋人だけは黒縁の眼鏡かけてて、他の特徴はちょっと口開けたら歯がなかったって言うんですよ後で分かったの木村さんだったんですなんか違うので見たんですけど、あれ僕が作ったんだよって一緒になんか VTR かなんか見たっていう話聞きましたけど、僕が作ったその番組をですね、木村さんは夕げ時ご飯時に奥さんが最初に見つけ出したんですよ、お父さんこの UFO の番組でこれお父さんのこと言ってんじゃないの、眼鏡かけた東洋人と言って木村さんが画面見た時に金髪の女性が出てくるんですね、美智子この子知ってるって騒ぎ出したんですよ、なんでお父さんこの金髪の子知ってんの、だって円盤の中でこの子に会ったもんって言ったんですよその番組を僕が実はサンフランシスコでインタビューしてたんですよ。偶然とは思えなかったです。そうですね、なんか意図的なものを強く感じました。やはりなんかそういう感じなんじゃないですかね、こうつながっていくというような。ぶっちゃけ言うと CIA の職員も知ってるんですよ。これ X ファイルのモデルになったジョン・デ・ソーザです。はい、X ファイルでモルドってかっこいい男出てくるじゃないですか、はい、現物はこれですから下膨れなんですよぽっちゃり系の彼はNASA エイムズ研究センターの科学者ですね、ものすごい UFO の調査研究やってます。でこれ CIA の男です。これは NASA の広報部長です。いろんな人とのつながりっていうのを大事にしてきたんですね、自分が体験できない、もっとぶっちゃけ言うとこれウバトゥーバっていうところに墜落した UFO の残骸がまだ残ってるかもしれないので2人で体験しに行こうっつって行った時の写真です結構いろいろなことをですねやらさせてもらいました。であんまり深く突っ込むとこんなことされちゃうんですよ。何かというと FBA とか CIA が僕を調べた資料です。だから関心を持たれるのはいいんですけど、これ聞いちゃったここら辺の人たちみんな調査対象にならないようにお願いしますよ。ですから十分お気をつけになってください。もうなんかとんでもない爆弾ぶっ込んできましたね今調査対象にされると一人前かなと思ったりもします。仲良しの木村明則さんと弘前にある岩木山です。上空です。これなんか映ってますよね。よく見ると銀色の玉が2個空中に浮いてるんですね、このそろばん状のものの物体の上に、でこの手前のところに木村さんの畑があるんですよ、リンゴ畑、撮影してる時は気づかない。撮影し終わったらこんなのが映ってるんですよね。なんかよく言いますよね、見える人には見えたりとか、物が見えるってのは光の反射ですから。そうですよね。彼らの技術で光を反射させる、簡単に光を操ることができる技術持っていたら、人には見せないし特定の人間しか見えないようにもできるんです、簡単に。なんか漫画でありますけど光学迷彩みたいなことですね。これ知ってますよ。これ直木マンがちょっといろいろ喋っちゃったんで世に出始めちゃったんだけど、僕はこの人からもらったんです実は。あんまり実名は言いたくありませんけど、僕らボーっと言ってましたお前知ってるかって、俺らはこれを回収しようとしたんだぜ。回収できなかったと言ってました。切ることはできなかったんですよ。黒い物体ですよね。私たちがまだ十分なロケット技術とか持ってない時から地球の周りを飛んでるんですから、誰が飛ばしたんだって話ですよ。地球の周りを
回っている黒い騎士と言われてブラックナイトと言われたんですね。それを実は米軍は回収しようとしてたんです。これすごいですね、この UFO の形もはっきりとぼやける必要性がないんですよ。これおかしいのは何かというと、こういう突起物あるでしょ、は肉眼で見た時は突起物見えない。でも写真で撮ったら突起物がいっぱい出てる。これ何かというとですね、エネルギーのフラクタル変換インターフェース技術を持ってるんです。はい、肉眼で見た時にはこんなものないのに、なぜか写真で撮影した場合にはこれがちゃんとはっきり写って見える。現実はこうやって突起物があるかというとないんですよ。楕円形のものを見てるのに、写真で撮った時にこうなる。でこれはどういうことかというと、光を例えば伸ばしたり縮めたりすることができるんです。ああ、はい、僕らは光伸ばしたり縮めたりできないですよ。はい、はい、光ポンとやったら地球を7回り半とか言って速いでしょって言うんだけど、この光のスピードってのはこの宇宙では使い物にならないぐらい実は遅いんです。だってこれ私たちの銀河系を横断するだけで10万年もかかっちゃうんですよ、光のスピードでいくと。そうですよね、1光年がこんなもん使い物にならないですよ。先ほどの木村さんがですね、アベダクスされたエイリアンと会った枕言葉で言われる言葉があるんですよ、はい、愚かな地球人よ。必ず一言言われるたびに愚かな地球人よ、私あれ聞くと嫌になるのってまあまあ愚かですからねまあいまだに戦争やってるんですから、いまだに人のものを奪ったり領土を奪ったり資源の奪い合いやってるんですよ。エネルギーのフラクタル変化と、まだ私たちにはもう随分先の技術なんですね。これは持ってません。ただし地球製の UFO 作っちゃったのが米軍ですね。米軍の UFO はもうあります。これは飛んでますね。この中にありますか？この中にありません。ないですか。4択クイズかと思っちゃった地球外製ですね。ここまでの高い技術は、まだ地球製では持ってないですね。これはそうですね、TR3B ですね。巨大な三角形してます。これがですね、浮上する姿を見たって人がこの人です。ドクター K としておきましょう。後で言いますけど、この人ちょっと YouTube に出そうかなと思ってるんですよ先生どこで見たのって。君ね、あんな巨大な三角形のものね、ふっと浮いて音しないんだよって言うんですよね。僕はね、コロラドの空軍基地の下でって言い始めたんですね。この方の経歴とか全部漁っていくとですね、非常に面白いことが分かりました。日本の防衛省の関係者と一緒にシャインマウンテンですね、これコロラドの空軍基地なんですよ。その時に行った関係者っていうのはブラジル空軍省の関係者もいました、イギリスの空軍の関係者もいるんですよ、アメリカ軍は俺たちはこんなもん作ったんだぜと言って同盟国関係に見せてるんですよ。その時に行った日本人のお一人です。ということはもうすごいんですね。音もしなければ動きもやっぱり普通の UFO と変わらない。でもちょっと違う点もありますね。そうですか。ハム音ですね。っていう音はしたりします。でも急に浮き出すということをおっしゃっておりました。大手の電機メーカーとかいろんなところが相談しに行かれる方々です。地震についてもそうですけど、最近奇妙な地震が日本を襲ったり世界を襲ったりしてます。テクトロニックウェポンっていう地震兵器ってあるんですよ。都市伝説とか言ってるんだけど、気象観測用のものじゃありませんから。これハープですよね。これ見てください、なぜ米空軍基地の施設なんですか？そうですよね。大気局であってもいいじゃないですかこれ。なぜ空軍なんですか？軍なんですか？これなんかちょっと噂によると日本にもあるっていうような小さい規模の京都大学のやつですけど、ここまでの実力を持ってるかどうか僕は分かりません。そうですか、やっぱりでもあるはあるってことです、似たようなことをやってますけど使い方が全然違うんですね。ケムトレールとこれと合わせるととんでもないことをやったりいろんな実験やってるんですよ。とにかく、振動を起こして地殻変動を起こしてやるとかなり正確になっちゃうんです。昔そのアラスカで作ってやっていた頃は精度が悪かったんです、だんだん精度が上がってきて、南極でこの拠点を作って冷戦をやった時に内部高圧ありましたね。今バンされて消されちゃってますけど、冷戦温社に勤めていた職員がクライストチャーチで起こした地震は私たちが失敗して起こしたものですとはっきり言ってるんですね。遠隔で例えば何百キロ先の地中に電波を当ててマイクロ波で
沸騰させてそれが爆発につながるとか。そうですね、いろんなこうやり方があるんです。電離層に反射させたりとかですね、いろんなことをやるんですよ。これは旧ソ連なんかも持ってますね。から中国なんかも地殻変動させるような兵器っていうのはもう研究してますね。まあ世の常識ですよこれ。知らぬは一般国民だけなんですね。もう一つ面白いことを言うと、来年の7月5日これ都市伝説系が好きな人はみんな大変だ大変だって言うでしょ。言ってますね。先日松原照子さんうちのお寺来られて、ない松原照子さんってどういう人かというと、日本の大きな地震災害、それからオリンピック2020オリンピックないと言ってずっと当ててきた人なんですよ。予見者と言われてます。熊本の大地震、それから阪神・淡路、それから東北の 3.11 地震、巨大な地震をですね全部今まで言い当ててきた方なんです。でそれとですね、例えば奇妙な特許を持ってらっしゃるんですね。これどういうことかというと、ガリウムヒ素の発光ダイオードの特許なんか照子松原って最後に書いてあります。何をした人かというと、周期率表っていうのを目の前に出されて、照子さん安定した発光ダイオードをどうやって作ればいいのって言われた時に、はいこれとこれ何対何で合わせるの、それが正解だったんです。普通科学者は何百回何百通り何万通り何十万通りやってやっとその組み合わせが分かるんですよ。でも見せた瞬間にいきなり指さすんです。はいこれとこれ、はい何百何十何対何百何十何対合わせるのって言うと、その通りに安定したガリウムヒ素ダイオードができちゃったんですね。だから特許の一番最後には科学者たちが尊敬の念を込めて照子松原とちゃんと書いてあります。そういう照子さんなんです。でその照子さんが来年の7月5日漫画家の方だとか、いろんなその予言をするような人たちとか、それからいろんな民族ですね、アフリカのなんとか族とかペンキでこうイラスト描いてた人たちなんかが日本人で、来年の7月5日日本が危ないんだとか言ってます。でここに大地震が起こるんじゃないかと、津波が来るとかいういろんな予言があるんですね。照子さんその予言に関してどう思いますって聞いた時にない軽く言うんです。ジョセンさんのところにナバホ族とかホピ族の酋長たちが来て7月5日のことを、寺沢純生っていう日本人の僧侶ですけど、同じ能登半島の白衣っていうところの出身の僕が尊敬する僧侶ですね。その寺沢上人が5人のインディアンを引き連れてですね、役所の廊下を歩いてくるんですよ。で僕は当時農林水産課っていうところにいて、で寺沢上人は存じ上げてたんで「お上人さん後ろの方北米インディアンとかネイティブインディアンの方じゃないですか?」「はいそうです」「一人ずつ紹介しましょう。彼はナバホ族の酋長です。彼はホピ族の酋長です。北米の何族何族何族っていうその5部族の酋長を一人ずつ紹介して、どうしてこの役所来られたんですかって聞いた時に、大切な、予言っていうかメッセージがあるので、お伝えに来たんですよ。でその時にホピ族の酋長なんですよ。青い星が出てくるから、それがこうサインになる。で来年ですね、2025年気をつけなさいって。この間コスモエール白衣でイベントをやられてたじゃないですか。その時に安江邦夫先生って出てらして、あの方もなんかもう隕石が飛んできてるのは分かってるんだって言って、フィリピン海沖に、午前4時18分に到達する予定だ、2025年7月5日だって、でそれをずらすために今 NASA はすごい非常にずっと前から勉強をしてるっていうようなことを言ってたんですけど、その隕石をずらすことに成功するっていうことを言ってるんですかね、もしかしたら。フィリピン沖にこうぶつかると多分それが引き金となって南海トラフとかとんでもない地殻変動とか、火山の活動まで生まれてくるはずなんですね。だからその時がおそらく我々の人類の目にとってどういう色に見えるかですね。緑か青に見えるはずなんですよ。この緑っていうのも先ほどの木村明則さん、まずエイリアンから教わってるんですね。これおかしいんですよ。2025年大変なことが起こるのよ、と言ってですね、僕は青森空港にお迎えに行った時に新千歳からこう帰ってこられる時にすぐ外行こうっつって、とにかくタバコ吸いに行こうと。大変なことが起こるのよって。先生、ちょっと待って、落ち着いて、何が起こるんですか。緑の星が出てくるから
これから大変になる、これが2025年だともう来年のことなんですよね。そうですよね。日本人は青のことを緑って言うんですよ、はホピ族の予言と一緒じゃないですかと僕言っちゃったんですよね。はいはい。でも松原先生はない。ないって言うんですよ南海トラフと首都直下型はないのねって、はないただし、い。ただそこですね、聞きたいのは。これいつあるのっていう、私が引っ越した後に必ず来る、これおかしいですよね。私が引っ越した後に必ず来る。I'm Patsy って言って、俺ははめられたんだって。マリリン・モンロー殺しちゃったのうちのおじだよっていう暴露本を書いちゃったやつがいるんですね。あれ結局ケネディは何かを発表しようとしていたんですか。そうです。それで殺された。そうです。もう一つはキリストは青森に生きてるんですね。神っていうもの自体がもともとだからその宇宙人じゃないかっていうような。